NHK 大河ドラマべらぼうスタジュ映画の夢話第1話ありがた山のカンガラスドラマ展開先読み解説この記事はドラマの行方を予測してお届けいたします。2025年1月5日放送予定。明和9年1772 2月29日昼過ぎのことだった。目黒の大円寺で一人の男が密かに盗みを企てていた。男は熊谷の寺を破門された無宿の正秀という坊主であった。彼は盗みが発覚しないように栗に放火し、その炎は南西からの風にあおられ、麻布、京橋、日本橋を襲い、江戸城下の武家屋敷を焼き尽くした。やがてその火は神田、千住方面まで燃え広がり、浅草の外れにある吉原も火の手が及んでいた。焦げ臭くねえか。遠くで誰かが叫ぶ。火事だ、早く逃げろ。人々が逃げ惑う中、一人の若者が吉原の隅にある黒助稲荷に駆けつけた。彼の名は蔦屋十三郎、蔦十と呼ばれた23歳の若い男だった。櫓の上で半鐘を叩いていた蔦十は、幼なじみの花魁花の井が吉原大門へ逃げる人の流れに逆らい、黒助稲荷に向かうのを見つけ、駆けつけたのだ。何やってんだ、あいつ。カムロの二人が、石でできた2体のお稲荷さんを運ぼうとしていた。お稲荷さんは運べないから早く逃げなさい。そう言われてもカムロの二人は、お稲荷さんが焼けてしまったら、願いが叶わなくなりますと言って泣き出す。そこへ女郎の朝顔が荷物を抱えて現れ驚きながら、こんなところで何をしているの。早くお逃げなさい。焼かれちゃうよ。蔦十はとっさに、よし、狐が燃えなきゃいいんだな。そう言って蔦十は塀壁の木戸をぶち壊し、吉原を取り囲むように流れているお羽黒川に2体の狐を沈める。こうしておきゃ燃えることはねえ。蔦十はお稲荷様の祠を背負いながら皆を連れ駆け出す。江戸の町を逃げ惑っている中、蔦十は一人の少年を見つける。その子は親の姿もなく、話しかけても返事もしない。べらぼう、何考えてる。逃げるんだよ。その子の手を引っ張り、蔦十たちは走る。炎は三日三晩燃え続け、江戸の町を焼き尽くした。これが後に江戸三大大火の一つと言われる。明和の大火であり、延焼した町937。死者は14,700人、行方不明4,000とも言われる大惨事であった。丘の上から馬に乗った田沼をき継ぐ沖友親子が江戸の様子を眺めていた。誰かが言う。迷惑な火事だぜ。放火をした正秀は火付堂賊改め方である長谷川信夫鬼平犯科帳の平蔵によってこの年の4月に捕獲され家系となった。明和の大火から1年半が過ぎ、年号も改まり、安永元年1773を迎えた。時の将軍は10代目徳川家治。幕政は側近田沼意次に任せきっていた。この頃吉原は3,000人の女郎を含め、義郎で働く者、商人や職人たち、
1万人ほどが暮らしていた。吉原は幕府公認の遊郭であり、不便な場所でありながらも、遊女と夜を共にし、朝まで遊べたことから、かつては大いに繁盛していた。およそ2万坪の広大な敷地は、黒板塀に囲まれた区画内に存在し、出入り口が一つだけあった。敷地の周りはお羽黒川というドブが周りを囲んでいた。つまり出入り口以外から抜け出すことはできない仕組みだった。二本堤から右衛門坂を一本の通り50間道が大門へつなぎ、そこから吉原の中央を吉原大通りが貫いていた。50間道にある茶屋、蔦屋が蔦重が奉公している店である。茶屋とは吉原の案内所であり、客の刀や荷物を預かり、客たちに遊郭の女郎たちの情報を伝えていた。この店の店主は蔦重の義理の兄次郎兵衛であった。次郎兵衛の父駿河屋一右衛門は吉原大通りにある引き手茶屋駿河屋を営んでいた。次郎兵衛はこの格式高い駿河屋の跡取り。次郎兵衛兄さん、また遊びに行くのか。少しは店のことも考えてくれよ。あいよあいよ、わかってるさ。蔦重が何を言っても次郎兵衛はあいよといった生返事ばかり。次郎兵衛は格式高い駿河屋の跡取りであったが、遊び人で仕事もしない彼を周りの者はからかっていた。なんで働かんの、まあいずれ跡継ぎでしょうからとからかう。一方蔦重は7歳の時、両親が離婚し、引き手茶屋蔦屋を開いていた北川氏の養子として預けられた。駿河屋はこうした行き場所のない子供を養って吉原のあちこちの店に奉公に出させていた。蔦重もその一人、一生懸命働き、少しずつ自分の居場所を見つけていった。黒助稲荷の二体のお稲荷さんも無事元の場所に戻されている。お稲荷さんが戻ってきたことで吉原も少しずつ元気を取り戻してきたな。これでまた平穏な日々が戻ってくるといいですね。蔦重は茶屋の仕事の合間に貸本屋も営んでいた。自分の背丈より高い荷を担ぎ、吉原のさまざまな場所へ出向き本を貸す。からまる、そろそろ行くか。あいよ。蔦重は名和の大火で助けた少年に自分の幼名を与え、仕事を手伝わせていた。蔦重は老舗遊郭松葉屋に入っていった。松葉屋は大店、中店、小店といった遊郭の中で最も格式が高い大店にあたる。吉原の大店で遊ぶには引き手茶屋の紹介が必要で、遊ぶ代金を引き手茶屋が一旦立て替えるため、女郎は乗客としてもてなすのだった。女郎屋は正午からの昼店と暮れ六つからの夜店の2回営業である。なので朝4つは女郎やカムロたちは食事をしたり話をしたりと束の間の自由な時間を過ごしていた。お姉さん、あの新しい店の団子がおいしいって聞いたよ。それは楽しみね。後で一緒に行きましょう。蔦重はからまるとともに板の間に上がり込み、貸本屋の蔦重が参りましたよと声を張る。すると女郎たちが次々と寄ってくる。吉原の女郎たちは門の外へ出られないので、もっぱら本を読むのが最大の楽しみであったのだ。蔦重さん、
今日はどんな本を持ってきたの？今日は新しいシャレ本や浄瑠璃本もあるよ。さあ見てごらんなさいな。スタジューとカラマルは風呂敷を広げ本を並べてゆく。この当時の本は子供向けが赤表紙、大人向けが青表紙。シャレ本や浄瑠璃本も人気があった。この赤表紙の本、面白そうね。それは子供向けの本だよ。でも大人も楽しめる内容さ。松葉屋にはひときわ美しい花魁がいた。花の井だ。スタジューとは幼なじみで、彼女も同じく。幼い頃に親に売られ吉原に来ていた。何でも話せる良き相談相手であるが、何かと文句が多く、しかもドケチだった。花の井はスタジューに、この料理を朝顔姉さんに届けてくれんか。お前さんこれから菓子店の二文字屋に行くんだろう。なんで俺が持っていかないかんので。世話になった朝顔姉さんとこだよ。二文字屋の親父は遊女たちにかぼちゃばっかり食べさせているって言うからね。また今日もかぼちゃかい。あのかぼちゃじじいどうにかならないのかしら。めんどくせえな、まったく。朝顔は吉原では奥にある二文字屋の女郎だ。元は松葉屋の高級女郎だったが、今や落ちぶれてしまった。貸し店は最下位の遊郭で、揚げ代は大店とは比べ物にならないほど安かったのだ。スタジューが花の井から預かった料理を持っていくと、朝顔は体を壊し暗いあんどん部屋で横になっていた。そんな朝顔を花の井は心配し料理を届けさせたのだ。スタジューは訪れるたび朝顔に本を読み聞かせていた。じゃ、レナシグサの続きからな。平賀源内の大ヒット作だ。朝顔は笑顔になった。朝顔はスタジューの読み聞かせを楽しみにしていたのだ。二文字屋の女郎たちは口々に、ここ3日ほど客が来てねえと嘆いていた。スタジューは蔦屋に戻り、向かいの鶴瓶そばでそばを食う。そば屋主人半次郎はつぶやく。客がさっぱり来ねえな。そうさな、ここんところ深川の岡場所が盛っているみてえだし、品川や新宿、千住といった宿場に客を奪われてるからよ。あ、宿場には飯盛り女っている。安く遊ばせてくれる女がいるらしい。こんな吉原みてえな揚げ代は高いし、めんどくせえしきたりが多いし、客足が遠のくのも無理もねえ。しかしそんな吉原でも夜店が始まると、金を持った常連客たちが次々と姿を現すのであった。通りでは多くの客たちが騒いでいる。花の井の花魁道中だ。心臓やカムロを従えて引き手茶屋まで出向いているのだ。豪勢な着物に高下駄で外八文字を描きながら歩く姿は、昼間見た花の井とは別人のようだ。カラマルはつぶやく。また今夜も花魁に落ちる金は100両ほどですかね。スタジューは客を松葉屋に案内すると、何やら揉めている客がいた。さっき歩いていた花魁に相手をさせろ。しかし先客があるからと断られる。すると仲間の一人が、こちらは火付盗賊改め方長谷川平蔵のご子息様だ。あの名和の大家の戸が陣を捕らえた偉い番方だ。疑わしい者は容赦なくお咎めするぞ。周りから驚きの声が上がる。ス
蔦重も松葉屋の者も皆ひれ伏す。この長谷川平蔵のご子息は後の鬼平と呼ばれるのである。すると蔦重はいい考えを思いつく。蔦重は前に進み、ご立派な方と知らずご無礼いたしました。長谷川様のお目当ての花魁は私の幼なじみでありますゆえ。それは本当か。ここで仕切り直しをいたしましょう。吉原市の引き手茶屋駿河屋で天下一の長谷川様の男っぷりを見せましょうや。蔦重は駿河屋の主人一右衛門に目配りをする。一右衛門は満面の笑顔で平蔵たちを2階へ案内し、ささこちらへとひれ伏す。この度はお越しくだされ恐悦至極でございます。吉原では花魁を呼ぶときは一席宴を開くのが流儀でございますゆえ、ただいまご用意いたします。平蔵らは満足げに芸者を呼び、にぎやかに飲み始める。蔦重は一右衛門に、いいかもが来やしたね。あれは遊びを知らねえですよ。生きがっちゃいるが、バカ丸出しでよ。極上の鴨だな。その夜、蔦重は思案する。花の井のいる大店はにぎわうが、位の低い二文字屋は誰も客が来ねえ。どうすらいいか。吉原の近くに常観寺がある。死んだ女郎たちが捨てられることから別名投げ込め寺と呼ばれる。蔦重は朝顔がなくなってここに捨てられたと聞き、駆けつけた墓地の穴に枯れ葉のように捨てられ、盗人によって着物を剥がされ裸で横たわっている。蔦重は持ってきた着物を着させてあげながら、からまるに世話になった朝顔の話をする。俺は親に捨てられ、駿河屋に助けられたんだ。その時、まだカムロだった花の井とともに、朝顔の姉子は可愛がってくれた。姉子は俺と花の井を助けてくれた恩人だ。姉子はよく俺に本を読んでくれた。それが楽しくてな、優しい姉子だった。蔦重、今日はこの本を読んであげるわね。ありがとう、姉さん。それが楽しみなんだ。蔦重はその時のことを思い出し、からまるの頭を撫でながら涙を流す。吉原に好き好んでくるやつはいねえ。皆売られてくるんだ。きついけど飯は食える。そんな場所さ。だがな、今は食えない女郎がたくさんいる。ひでえ話じゃねえか。その日、駿河屋の2階で引き手茶屋の親父たちが集まり寄り合いを開いていた。岡場所のせいで客が減り、特に貸し店の二文字屋の場末の女郎たちはかゆすら食えねえって話でさ。そんな時、蔦重が上がり込んできた。貸し店の貧しい女郎たちに炊き出しでもしてくれんですか。駿河屋は厳しい顔で蔦重に出て行けと手を払う。馬末の女郎たちが死んでゆくのは、ろくに食い物を食べてねえからでしょう。我々は女郎たちに食わしてもらってんじゃねえすか。親父たちは蔦重の話をろくに聞いてはいない。駿河屋は頭にきて蔦重の襟首をつかんで階段の下へ投げ飛ばした。これでは気が済まない蔦重は町奉行所に駆け込む。岡場所への警護をしてくれと頼み込む。岡場所は幕府の許可を得ていない取り締まりをしてくれれば吉原に客が戻ると考えていたのだ。しかし町奉行所では名主からの
訴えでなければ聞き入れないと一点張り。頭に来た蔦重はひょんなことで長屋で住み売りの男と出会う。岡場所が増えすぎて吉原の女郎が困ってんですよ。旦那だったらどうします？その男は、道中田沼意次様を訪ねたらどうだ。俺は何、炭を収めるため田沼屋敷に出入りしているんでよ。意次様は意外と町衆の言葉を聞いてくれると評判らしいぜ。田沼意次、そんな偉え方が。こんなもんの話なんぞ聞いてくれるわけねでしょう。炭売りの男は、田沼家御用達の炭だぜ。どうだい、ついでにこの炭でも買わないか。蔦重は無言のままふらふらと歩き始める。道中田沼意次のことが頭から離れなかったのだ。蔦重は思った。田沼意次、本当に俺の話を聞いてくれるのか。でもやるしかない。ある日蔦重は考えた挙句に行動を移す。駿河屋の常連客である札差の泉屋に煮物持ちをするから、一緒に田沼意次の屋敷に上がらせてくれと頼み込む。泉屋さん、お願いがあります。荷物持ちをするから一緒に田沼意次様の屋敷に上がらせてくれませんか。田沼意次様の屋敷に、それは大変なことだが。泉屋は札差といって宝禄米を金に換え、金貸しをなりわいとしていた。分かった蔦重、お前の熱意に免じて一緒に行ってやろう。ただし荷物持ちとしてだぞ。ありがとうございやす、泉屋さん。泉屋と共に田沼意次の屋敷に向かう蔦重。心の中で緊張と期待が入り混じる。これで吉原の女郎たちを救えるかもしれない。蔦重、しっかりしろ。田沼様の前で失礼のないようにな。神田橋にある田沼意次の屋敷には、謁見を求める旗本や商人、大名までが列をなしていた。見事奥に入り込めた蔦重、意次の屋敷は豪華絢爛で緊張が走る。表を上げよ。泉屋と蔦重は頭を上げる。意次は想像したより感じが良かった。泉屋は蔦重に持たせていた風呂敷包みを開くと、中から壺が出てきた。意次はそれを渡され壺の中を覗くと、そこには砂金がぎっしりと詰まっている。これからもよろしくお願いします。お礼はこれ以上の運上金を必ずや。意次はにやりとしながら一言、分かった、期待しておるぞと。蔦重はとっさに今だと重い声を上げる。吉原も同じく運上金を納めておりやす。あっしは吉原の蔦屋の十三郎と申します。恐れながら私からもお願いがございます。意次は驚きを隠せず、分かった、話を聞こうではないか。蔦重は意次に近づき、深刻な表情で訴えかける。殿、岡場所や宿屋のせいで吉原はお客を取られ、女郎たちは飯も食うことができません。どうか警護をしてくれませんか。意次は蔦重の言葉に耳を傾け静かに考え込む。しかし意次はそれはできないと答える。なぜでございますか。宿屋は五街道の重要な場所にある。そこが逆らなくては商人が集まらず廃れてしまうだろう。宿屋がにぎわわなければ商人たちも集まらない。どうすれば人が集まるのかわかるか。宿屋に人が集まるために必要なものですか。金、食、それと博打と女ですか。
そうだ、宿屋が繁盛すれば商人たちも自然と集まるだろう。良い商いをするには人が集まらなくてはいけない。そうでなければ国に金が入らんだろう。岡場所や宿屋を経営したとて人の欲はなくならん。いたちごっこだ。それよりお前たちの親父らが高い取り立てをしているからだろう。お前らは客を吉原へ来させるための工夫をしているのか。幕府認定の遊郭であぐらをかいているだけだろう。スタジューは意次の言葉に驚いた。今までそんなことを考えてもいなかったのだ。目が覚めたような気持ちであった。ありがた山のカンガラスでございます。意次はにこやかな顔で座敷を出て行った。夕方、スタジューは心も晴れ渡り、意気揚々と帰ってきた。しかし、スタヤの前には、親父たちが怒りの形相で、スタジューを待ち構えていた。お前、奉行所に、経営を頼みに行っただろう。バカ野郎。スタジューは、慌てて逃げるがすぐに捕まる。経営をやったら、そこの女郎は、こっちが面倒見なきゃいけねえんだ。そんな余裕、こっちにはないんだ。スタジューは慌てて訴える。待ってくれ、いい話があるんだ。さっき老中、田沼意次様に会って話してきたんだ。田沼意次の名を聞いた親父たちは静まり返る。お前、そんなところへ行ってきたのか。なんて野郎だ。スタジューは親父たちに殴られ、逆さにした巨大な桶に入れられた。これは金が払えなくなった吉原の客に対する罰に使われていた。スタジューは3日3晩この中に閉じ込められながら一人考えていた。そうだ、考えがひらめいた時、木桶が外された。次郎兵衛が声をかける。外は眩しいだろう。スタジューは返事もせず、ふらふらと起き上がり、店先へ向かい、一冊の本を手に取る。吉原再建、これだ。その時スタジューは、眩しい光にたまらず、目を細めた。